の髪のツヤツヤ感、サラサラ感、スルンスルンです。気づいていただけますでしょうか今ちょうどヘアトリートメント、ヘッドスパを施術していただきました。千人さんです。千人です。千人さんです。もうコラボ、私の方に来ていただいたのは1年以上ぶりですね。あ、そうですね。前回年末あれお正月でしたっけ？そう年明けだった。年明けに、そうです。2回目のご出演をいただいております。お邪魔してます。今日はもう千人さんのお店が今月ですよね。今月オープンしたということで、早速お伺いしてみました。もう素晴らしいサービスで、すごいリラックスできました。で、なんかさっきもちょっと話してたんですけど、最近ね、やっぱりちょうど2日前に、3日前か2日前にもう時間の感覚がやばいイベント、リアルイベントをさせていただいて、それまで結構準備とか、いろいろね、もうフルスピードで走ってたので、それが終わって、でもまだちょっと気が抜けないっていう感じの状況だったんで、本当にもうリラックスできてすごい良かったです。頭皮が張ってるという忙しい人の頭皮でした。だからまあすごい話してて、2人ともまあ独立されて、で私も自営でやってるんで、好きなことやっててストレスなんてないんだろうなとね、思われるかもしれませんが、そんなことある結構いろいろ大変ですよね。いや、そうですね。なんか別の種類のストレスを感じるというか、なんか対人、今まではグループで働いてたので、そのスタッフに対してとか、なんかその自分とは関係ない要因で起こる何かに対してのストレスがあったんですけど、それがもうごっそりなくなるわけですよね。そしたら今まで見えてなかったストレスがというか、逆に今まで人がやってくれてたから気にならなかったところが出てきたりとか、なんかまた別のものが出てきますね。そういうのありますよね。だから私もさっきもほんと話してたんですけど、そのチーズの東京ベジライフォーマージュっていうチーズブランドの立ち上げを今すごいやってて、今までは一人で全部やってたんですけど、YouTube とかオンラインクラス運営とか。でもそれが今ちょっとお手伝いしてくださってる方がいらっしゃって、もうその方がいらっしゃるっていうその存在だけで、もうすごい助けられてるというか、その一人で考えて一人でいろいろアクション取ってやっていくっていうのだけじゃなくて、なんか理解してくれる人だったりとか、相談できる相手だったりとか、一緒にこう成長できる人がいるっていうのはやっぱすごい違うなって思ったりします。仕事のね、ちょっとしたことでも話せないと、で人に話しても当事者じゃないと、みたいなのってありますもんね。同じことをしてないと伝わらないこととか、やっぱそのの会話ができなくなったのが今ちょっと寂しさを感じてるところです。でもとはいえこう独立っていうことに踏み切ってされて、やっぱ良かったなと思います。今のところ。そうですね。独立はして本当に良かったなと。やっぱりお客さんとか来ていただいてる方のヘッドスパとかをしてる時に、ああ幸せだなって思ってなんかこの感覚っていうのは今までこんなに感じたことはなかったなっていうのはあるんで、やっぱ独立してよかったなっていうのはすごい思います。これからどんなお店にしていきたいですか？そうですね。なんか裏コンセプトみたいなのが実はあって、なんか変な話なんですけど、孤独に寄り添えるヘッドスパみたいなのがあるんですよ。で、うちのお店って完全に1人しかお客さんを入れない、で誰かと被らないように予約も取ってるんですよね。なのでかなり贅沢に時間は取って1日4組限定みたいにしてるんですけど、なんでそうなった時になんか1人
1対1じゃないと話せないことって多分あると思うんですよ。結構予約で多いのはカップルで来たいですとか夫婦で来たいです、でも僕一人しかいないんで、ヘッドスパしてる間どっちかがそうそう、こうやってやるわけにもいかないって言ったと、やっぱ多少のリラックスって減っちゃう気がするんですよね。すごいラブラブだったらいいかもしれないですけど、逆にこっちが緊張するというか、なので完全にそういう風にしてるので、なんで本当誰でも来れてなおかつ何でも話せるみたいな空間にしたいっていうのが一つ大きくあるのと、ですね。それですね。だから店舗展開とか、ヘッドスパを技術をマニュアル化していろんなところに販売したりとかはもう考えてなくて、イメージで言うと街にあるおじさんが一人でやってるコーヒー屋さんみたいな、なんかそんなイメージにしていきたいな。だから今コロナになって、そのいろんなものがオンライン化してる、テレワークになったりとか、人とのつながりがやっぱりどうしてもちょっと薄れてきちゃってるっていうところがあって、でもその中で直接会わないと成立しないサービスとかもあって、ヘッドスパとか、そうですね、で私もヨガオンラインで教えたりとかしますけど、やっぱりオンラインはオンラインの良さがあるけど、一方でその、特に瞑想とか、多分同じスペースを共有してシェアしてやらないとちょっと伝わりきらないなっていうのがすごい感じてたりとかするんですね。なのでそういう中で人と会って提供するサービスっていうのがすごいキーワードになってきそうですね、これから。そうですね。なんかすごくやっぱ僕すごくお酒を飲むので、寂しかったらバー行けばよかったんですよ。深夜やってるし、ちょっとマスターとおしゃべりしたりとか、いいお酒飲むなんてただの体で誰かに会いに行くみたいなのがすごくあった。それがもう完全に断たれてしまって、で、誘いづらいじゃないですか。わかる。なんで謹慎みたいになっちゃいますもんね。こんな時に飲みみたいなね。だからやっぱそういう会がもう激減して、なんかもう本当に孤独との戦い2020年みたいな感じだったので、なんで本当にやっぱ人に会ったりとか、でなおかつ気心が知れてたり、お互いの存在を知り合ってたりとかっていうと、すごくやっぱり心がリラックスするし、安心感とか、より上までいくと幸福感みたいなものとかも感じられたので、なんでそういうことがしたいなというかね、よりなんかそういうのが重要になるのかなっていう気はしました。すごいわかります。だから私たちそのビーガンというか、私クッキングやったりヨガやったりとかで、はじめさん仙人さんはファスティングとかも推奨されてたりとか、ちょっとこうなんていうのかな、健康フィジカルな健康の方でイメージされる方も多いと思うんですけど、でも健康って本当はそのフィジカルなバディの体、身体的なことだけじゃなくて、メンタルな面ってすごい大きいと思うので、なんかハーバード大学のすごい長期にわたって何十年っていう期間でされてる研究で、その人が一生こう暮らしていく中で、幸せになるためにどんな要素が必要なのかみたいな、そういう研究があって、でお金でもないし、なんかその持ち物とかでもないし、職業でもないし、最終的にその人間関係、信頼できる友達がいるかとか、パートナーがいるかとか、そういう人間関係に恵まれてるかどうかだけだったらしいんですよ。その幸せを、人が幸せになるかどうかっていうのを決める材料が、要素がそれだけだったっていうのが、だからいくらなんか健康的な食事を毎日してるとか、毎日運動してるとかでも多分幸せにならない人なんかよくねありますもんね、お金持ちだけど孤独みたいな描写とか、実際そういう感じだったりとか、
でもそれはそうですね、人間関係は重要ですね。だからそういうつながりが生まれていくようなね空間になるとすごいいいですね、ここがすごい、それが僕的のベストですね。ヘッドスパ好きなことなので、それをやりつつそういうなんでしょうね、メンタル的なところもケアできると一番理想的な空間にできるなっていう気がします。私の YouTube 動画の更新頻度がいきなりなんかちょっと落ちてるみたいな問題があってそれはチーズの方すっごい全身全霊かけてやってるんで、ちょっと YouTube の方が今更新がちょっとねサボってる感じになってるんですけど、でもその YouTube とかをずっとやってると、私は2年以上やってて、千年さんももうそのぐらいですね、なんか長くやってるとどうしても最初はコメントとかでいやもう本当に東京ベジライフさんの動画で助けられてますみたいなコメントいただくと、ありがとうみたいな思うんですけどだんだんそういうのにもあんまり良くないんですけど慣れてきちゃうというか、感覚的にその人とのつながり、人が書いてくれてるとか、人が見てくれてるっていう感覚がすごい薄れてきちゃう。だから何千回とか動画が再生されてもなんか何千回みたいな、そのなんていうかな、慣れというか、そう数字としてしか捉えられなくなってきてしまうっていうところがあって、でこの間そのリアルイベントをもうほんと1年以上ぶりに、オンラインもねやってるんですけどリアルイベントさせていただいて、で皆さんと直接お会いできた時にやっぱりすごいこうエネルギーをもらえるなっていうふうに思って、だから YouTube とかそういうプラットフォームで自分が発信とにかく発信し続けるっていうのは結構大変というか、受信することも重要だなと思って、なんかその払い続けてるとなんかなくなってくんですよね、心のメモリみたいなのが。で最初本当 YouTube がうわって伸びてきた時のコメントとかってすっごい嬉しかったんですよ、なんかそのブワって上がるんですけど、それが最近慣れてるのかというか、たまらなくなってきちゃって、でそれはどんなにマインドリセットをしても戻らないんですよね。感謝しなきゃみたいな思っても結局感謝できないというか。確かにね。でもやっぱり直接たまたまどっかのご飯屋さんに行って「ファンです、よかったです」みたいなのとうおって入るから、確かにやっぱり直接じゃないとそうですね。なのでもしなんかどっか見かけて声をかけていただけるんだったら全然かけてください。嬉しい。内心めちゃくちゃ喜んでます。そうクールにね対応してるかもしれないけど、もうイエーイみたいな感じで超喜んでると思うので、人見知りなんです。ごめんなさい。ちょっとシャイですがね、本当だからそういう2021年になって人とのつながり方とかすごい考えさせられますね。そうですね。でもなんか本当原点回帰というかなところなのかなっていう。なんかさっきもちらっと出たみたいに YouTube ですごく人気になるっていうのもすごく重要なことなんですけど、結局そこにはそこしかないというか、なんか結局満たしてくれるっていうのは別のもっとプライベートなものね、リアルな世界っていうのをなんか多分僕ね今フォロワーが29,000人すごい数なんですけど、それが多分10万人いこうか100万人いこうが結局その悩みは変わらないのかなっていうのはすごく感じますね。なんかそのあれがないですもんね、その天井が。そうですね。上には上があるし1億人ぐらいフォロワーいる人いるんですよね、世界には。そうだからもうキリがないっていうのもあるしね。きっとそこがゴールじゃないんだろうなっていうのはなんか去年すごく感じて、今年はそうですね、よりリアルなところが必要なのかなと思いました。でもそういう
意味でも、はい、なんか今日本当にヘッドスパしていただいて、全然大げさに言ってるんじゃなくてすごくリラックスできたし、その自分のやっぱセルフケア、はい、自分のために、お金を使うとか時間を使うとか、何もしない予定を空けるとか、本当すごい重要だなと思いました。今まで僕もエステとかに何十万ってかけてる人とかを見ると意味がわからないと思ってて、で割と我々ってこのセルフケア系の動画が多いじゃないですか。だから自分でできるしみたいな、そう自分でどうにかしちゃうみたいなね。自分だったら60万を500円でできるみたいなとかをずっとやってたんですけど、それでその研修がてらいろんなヘッドスパサロンとかに行くようになって、違う、人にやってもらうのが、でちゃんと対価を払った上でじゃないけど、なんかそれがすごく重要なんだなっていうのを感じましたね。なんかだから、なんかそれはすごく感じました。そうだからヨガとかも私自分でできちゃうから、自分でできちゃうというか、基本自主練なんですよ。なんか自分でコツコツやった方がいいなっていうスタイルだったんですけど、最近はちょっとヨガクラス行きたいなって感じになったんですよ。まただから探してますいいクラスでもね、ちょっとやっぱりそのオンラインじゃなくてできればリアルね、いろいろ難しいですけどね、ヨガは。でも僕もジム行き始めました。人に教わるジムに。パーソナルトレーニング。普通にグループでやるんですけど、そうなんですよ。今更感はありますけど、暗闇ボクシングに行ってます。ウケる。でもあれ楽しそうですよね。いや楽しいですね。なんか音に合わせて。すごいですよ。もう前でやってる女性とかもパンチが本物なんで、僕とかもこんなパンチなのか猫パンチで腕も上げられないみたいな。ウケる。そうなんだ。なんかその心境の変化で、今まではもう YouTube でタダで見て自分で極めればいいみたいなことなんですけど、やっぱりお金を払って人に教えてもらうみたいなでもらえる何かがなんかある気がしますね。だから自分の存在がいかにちっぽけな存在かっていうかなんかその自分一人で何でもできると思ってやってきたんだけど、大体のことはできるんですよ。大体のことはできるんだけど、やっぱりそれに限界を感じ始めるというか、そこからのビヨンド、その先が本当になんか孤独を経験した孤独ってことでもないですけどやっぱり人と関わることっていうのがすごく重要なんだなっていうのはすっごい思いますね。人とのきっかけが生まれていくような活動、なんか自分が得したいとか、なんか自分だけがつながりたいっていうんじゃなくて、その私の YouTube の動画であったりとかチーズであったりとか、千人さんのこのヘッドスパであったりとか、そこから何か飛び火してまた新しいコネクションが、コミュニティがねできていくような形になるといいですね。そうですね。なんで新しいと考えてみれば昔からあるようなやり方ではあるんですけど、やっぱり結局そこに戻るんだなという感じがします。本当に。そんな千人さんのヘッドスパどうやって予約したらよいでしょうか。来たい方。ありがとうございます。場所は渋谷の隣駅の池尻大橋っていう東急田園都市線っていうものにあって、で駅から3分ぐらいでこれでめっちゃ近いですよね。結構いいところがすごい分かりやすいです。しかも隣に寿司和食調理専門学校って大きい建物ありますあります。そこを目指してもらえば看板出てるので分かるかなと。でお店の名前がもうヘッドスパ&トリートメントというですね、非常にシンプルな名前になってますので、であとはもうLINE の何でしょう ID があるので、そこに送ってもらっても大丈夫ですし、あとは予約のウェブサイトと、私のお店のホームページがあるので、そのどこか概要欄に載せてあります。でホームページ、お店のホームページを見てもらえば、そこにもうスクロールすれば全部バッと書いてあるので、そこで値段だったりとか、大体1万円ぐらいですね、値段も。あとやることとか書いてあるので、そこチェックしていただければと思います。は
そうなんせ一人でやられてるので、普通の美容師さんみたいに「あ、もしもし予約お願いします」とかはできないですよ。ネットとか LINE で予約できるっていう形になってるので、まあ本当にもう極上のスパ体験が1万円でできてしまいますよ皆さん、はい、なんか1万円っていう価格を安いと見るか高いと見るかっていう問題についてはいや本当全然リーズナブルだとそうですね。なんか僕的には 2,3 万円するものを1万円でやるぐらいかなりそのぐらいの感覚では設定は一応してはいるので、はい、すっごい丁寧にやってくださいますし、はい、その髪も本当にもうツヤツルツルになりました。頭皮も蘇りました、ので、ぜひ皆さんも来てみてください。お悩み等があれば相談してください。はい、はい、お悩み相談も乗ってくれます。はい、では皆さんまた動画ちょくちょく私も出していきますので頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。では See you next time.